っちゃいました。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。どうします？お任せで。はい。長さもお任せなんですけど。長さもお任せ。はい。全部お任せで。なんか LINE だとお嬢さんが切ってる。一回だけ。永田さんなかなかできなかったので、もうでも他のところに行くとまた切られちゃうと嫌だから、娘に切ってって言って。なるほど。前に出してって言って。僕の YouTube を見てお嬢さんが。でももう一瞬で無理、美容室行ってって言われたんで。ちょっとチャレンジはしたんです。でも行かなかったんです。でもすごい綺麗にレイヤー入ってます。レイヤーなんだこれ。顔周りレイヤー。もうちょい上にあってもいいかな。でないとここが細く見えますね。だから少しここら辺に華やかな動きを出しつつロングのレイヤースタイルっていうのをやった方がいいかな。あんまりショートだったら多分パーマとかいっちゃった方がいいんですけど、多分この長さっていうのを生かしてまずレイヤー入れて、ちょっとこの今ポンってしているのをちょっとひし形アップにしてあげた方がかっこいいかなと思います。優しい感じで、なんか前髪がもう顔がほら重力に逆らえないようになってるのに、前髪いつまでも下げてるとちょっとおかしくないですか？全然大丈夫。むしろ前髪がありつつそこからつながる顔周りがあった方がかっこいいんです。今ここがトってなってるからなんかちょっと違和感あるかなと思うんですけど、いい感じによろしくお願いします。させてもらって、お願いいたします。あとはちょっと色ですね。白髪が出てきたんですけど、友達とか3週間に一遍とか気にして染めてるんですけど、そんなにはあんまり染めなくていいですよ。そんな目立たない感じの色がいいんですけど。 OK です。基本的にはもう、普通には染めるんですけど、出してちょっと今白髪染めっていう感じの色になってるんで、もう少し透明感出してありがとうございます。思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じゃあ後ろお願いします。お嬢さんカット上手ですよ。言ったら喜びます。もう娘早く行ってほしいって言われて、私じゃ無理だから調べ出してたんですよ。もう取れないと思う。娘はもう諦めてこっちに行って。なるほど。僕のスピリッツを受け継いだ人がお弟子さんだっておっしゃってたそうで、もっと上が今カメラ撮ってます。大狛江です。はい、狛江です。若作りをちょっとやらせていただいております。岩崎がね、事務所で作業してくれてるんで、今日はちょうど助っ人で。お願いします。そう僕に一番長くついた子なんで。おー銀座で美容師やってるんで。銀座7丁目ニューライン。ニューラインです。ニューライン銀座です。スタイリストやってます。よろしくお願いします。じゃあそんな感じでよろしくお願いします。じゃあから準備します。はい、じゃあ今日は透明感グレーカラーですね。ちょっとオレンジ味もあるんで、あとはこれぐらいリタッチャーが伸びてます。14N2GB グリーンですね。超鉄板の2110%。もうこれがメインになってきますね。2110%ですね。で、毛先が 1GB なし3対1。透明感出したいんで、14が3のグリーンが1の3%でいきます。ネーモーとテンサイ糖をインフォーム GLT10%。で、毛先がさらにこのテンサイ糖が抜きで、インフォーム GLT30%、ドロップ 10g、トタム 2g。はい、これで柔らかさとツヤと透明感出していきたいと思います。じゃあ乗りましょう。今日はレイヤースタイル。ちょっと華やかな動き。嬉しいです。出しましょう。行きましょう。カラーもだいぶ変わると思いますよ。しかも抜群のカラーするタイミングでしたね。はい、いい感じに。ちょうど募集のタイミングと合いましたね。諦めたところびっくりしました。本当。よかったよかった。お嬢さんと一緒にじゃあたまに動画見ていただいて。毎日のように。毎日。ありがとうございます。なんかマラさんのハサミさばきっていうんですか？ハサミさばき。すごいですよね。ありがとうございます。ストレス解消になるんですよ。そうですか。知らないの。そう。後のハサミを締めるときなんかシャキッと音がする。あれコームと当たってる音かな。なんかそうなんですかあれ。そう。ハサミはね、僕音鳴らないようにしてるんですよ。ハサミのカチャカチャ音があんま好きじゃないっていうと全国の2割ぐらいの美容師さんに嫌われそうなんで言わないですけど、コームと最後こうやって持ち直すときに。それもかっこいいですよね。意識はしてない。来たとか思って。すごいカットするときなんか意識して変な風になりそう。楽しみにしてます。やめて。なるでしょ。何がですか？カットするとき。あれカチカチ音ないようになってますよ。でしょ。でコームでちょっとなる。そうです。それもありますね。そうカチカチ音嫌いタイプでしょ。はい。あれやってる美容師におい何？なんか上手そうに見えますよね。そういやなんかハサミの開閉で音鳴るのはそのハサミとハサミのところに金属にしてると音が鳴るんですけど、ハサミ切るときにカチ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 ってなるんですけど、すごいなんかねあんまり好きじゃないんですよ。
なんかいい感じで聞こえてますけどね。あ、本当。動画。おお、じゃあよかった。いい感じであれ。毎日のようにストレスそうなん解消。ですよ。ありがたいです。美容師さんじゃないですよね。ね、違います。なんか全然三つ襟三つ襟。言われてもどこかわかんないんですけど見てるんです。意味はわかんないながらに見てる。角とかね、そう C シェイプとか言われてもね。わかんない。ありがとうございます。でも結構ね、一般の方も見てくれる方が増えて、美容師さんとかはね、結構なんかどこだっけな、セミナー行った時に、シャンプー台で長瀬さんのシャンプーの動画ずっと流してますって言って、えっつって。あ、中田さんのシャンプーは見たことない。あ、本当ですか。シャンプーのノットシャンプーの説明動画を流してお客さんにシャンプーの説明をしてる。あ、じゃあ見てみます今度。あ、ぜひ。楽しみ。いろんな美容師さんが見てくれる。セミナーしやすくなりましたね。じゃあどこどこでセミナーやりますみたいな感じで言うと、結構皆さん行かれてますもんね。結構行ってますね。ね。この間愛媛とか神戸とか行ったりとか、海外がないんで。あ、今はね、それこそ広の方はもう海外行きまくりだったんで、そうです。いろんな韓国やら中国やら寝ても覚めても広だった。本当に。こっちのセリフですよ。先に言ったもん勝ちだと思ったらカウンター食らったんです。なんか朝モーニング行きましょうねって言っても全然起きてこないんですよ。私は一人で行きますって。ジムに行かれてるから早起きのイメージが。じゃあ結局出張だと会食があるんで夜遅くまで。結構飲むんですよ。そうましてや中国出張だともう酔わせて潰したら仲良くなるみたいな文化だからバイチュウってご存知ですか。白酒って書いてバイチュウって言うんですけど、中国語で言うとバイジュウなんですけど、なんかいや言うじゃん中国でさバイジュウカンペって言うじゃんっていう先生って言われたらラオスってラオスかバイチュウカンペって言われてわー56度とかあるんですよ。飲めるんですかそれ。飲むしかないんですよ。飲むしかないんで。で円卓組んでヒロと隣に行ってでカンペって言われるとその向かいの人にカンペっつってって飲んで一気にもう食堂の位置が分かる。カーッとなっちゃうんですか。だからそれを繰り返すんです。だからそれは潰れますね。いやそうなんです。いやでも結構ねヒロも飲めるんで。飲むしかないんですよ。そう本当におっしゃる通りで飲むしかないんですよね。ああいう時は。偉いもんで飲めるんですよ。仕事ってなると。仕事ってなると飲めるもん。飲めるんですよ。でも次の日も起きてらっしゃるんですもんね。そうすごい。でのヒロ朝とか飯食いに行ってるからすげえな。若さですね。いやそうだって30半ばぐらいでしょ。はい。ヒロだって20代半ばだから。頼もしいですね。やばかったです本当。えぐいぐらい飲んで、そのバイチュウを飲んで、次の日セミナーもう一回やってた。厳しい。きつい。それの繰り返しですよね。もう毎日それだったよね。大変。記憶が大体ね、もうある程度のとこからないんですよ。なんだっけ、四川だっけ、生徒だよね。最後ですか。最後俺が珍しくもう最終日だから私ももう朝まで行こうと思って思ってたら。長津さんが急に「じゃあ今日お開きにしましょう」って言ったら「みたいな「嘘でしょ」って思って。あれ何泊したんだっけ中国。5泊ぐらいしたよね。上海2泊。平日ですもんね。そう生徒2泊4泊か。それぐらいですね。でずっと毎日バイチュウ飲んでたんです。最終日だからなんかね楽しくじゃあ最後までバイチュウ飲みまくりましょうって言われたんだけど、飲んでるうちに多分もう記憶がないんですけど、ちょっと無理かもと思って多分じゃあこれぐらいですかねって言ったらしいです。私もびっくりして「えっ?」て言いましたもん。入るんですかって。もう明日何もないのにね。結構お酒強いんですけど、多分この1週間のセミナーとかの疲れとかいやそれこそあれだよ、あれ思い出した。スバルが患者に脱退した時思い出した。その時でなんか営業中だったんですけど、営業中速報みたいな感じでスバルが患者に脱退みたいな。脱退でいい？脱退脱退っつったらなんかメインアシスタントなのになんかバックルームから出てこないんですよ。ファンだったんですか。そうなんかそうか。でなんかヒロさんバックルームで泣いてますみたいな。はっつって仕事せいっつって。そんなに好きだった。って言ってでももうすごい悲しそうだから、でも明日から中国だからもうそんな患者にとか全くもってもう関係ない世界でとりあえず心を癒そうぜっつって言って行ってバーって飛行機乗って向こうで通訳さんで通訳さんがめちゃめちゃジャニーズファンでなんかスバルがあれマジもうるさいよ。逃げたのにって。そうですよ。中国にいてもジャニーの話で気分が落ちる。
ですよね。かわいそう。じゃあ今は誰が好きなんですか？あ、でも関ジャニは好きですよ、ずっと。あと今ちょっとスノーマンにハマってます。あ、そうなの。いやもう王道のジャニーズオタクですよ。私完全に安田くんかな。お人生1位ですよ。好きです。好きですね。いいですよね、いいです安田君。僕言うと意外とか言われちゃうんですけど。なんて言いますよね、それ、本当に人は。でもいいですよね。一番かっこいいですよね。踊りも上手だしね、歌も上手だしね。だし。才能が高いしすごいもうお二人で話してもらって。結構喋れます。安ファン歴長い。長いですよ、もう15年。やばくない？本当に。こんな好きでいられると。美容室来られたらいいですね。本当ですよね。安。ね、言っておけばきっと来てくれて。確かに。確かに。それそうですここで。岩崎が綾野剛って言ってるあ、そう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 安が来てくれるといい。いやいやでも一緒に働いてないから今。確かに。ヒロのところに。でもさっきほらお店のね、そうそうそう。確かに。お名前言ったから大丈夫じゃないですか。ジャニーズの話になった。いつもジャニーズの話。温めます。じゃあ GLT って言ってトリートメントが入ってるんで今日温めましょう。これもなんとなく見たことあります。あります。これだこれだみたいな。そう思います。これこれ。これこれ。はい、ありがとうございます。はい、お疲れ様です。染まってますね。はい。この後さらにトリートメントですね。少量つけてしっかりと。離島のカラー、アルテマの離島のカラーって乳化時にアルカリが有利する。それによって残留アルカリがすごい減っていくっていうのがポイントになってくるんで、かなりここでアクアがっつりつけてください。コストを考えるんだったらアクアしてから水でいいです。それからアクアを2倍希釈にしてもいいです。ちなみにこれアクア2倍希釈ですね。現役でいくとかなりコスト高になるんで、しかもそこまでアクアが半分2倍希釈ぐらいでもしっかりと効果は出るんで、だったらこれで大量に入れる。現役で少しよりもちゃんと2倍希釈でしっかりと入れて乳化になるよぐらいですね。乳化っていうとこう要は白くなるイメージですね。これによってアルカリがどんどん有利されていきます。結局髪にダメージ与えるのって残留アルカリなんで、その残留アルカリをいかに取り除いてあげるかっていうのが僕らの使命だと思うんで、結構よく聞かれるのが前処理って何使ってますかもあるんですけど、僕前処理しません。基本的に前処理はもちろんねビビり毛を直すとか、あとなんかショートのボリュームを出すとかだったらいろいろ考えたりとかするんですけど、宿毛矯正もカラーも前処理はしない。どっちかっていうと前処理に時間食うんだったらカラーに混ぜ込む、あとは中間処理、今のやってることですね。流す前にしっかりとトリートメントを入れ込む、あとは後処理ですね。後処理でアフターカラーフォームゼロを使ったりとか、あとはノットのシャンプーにインフォームを混ぜたりとか、なんかそういった後処理に力をかけた方が髪質っていうのはどんどん良くなります。前処理は結局保護になったりとかするぐらいで、ここまで重要視はしてないです。よし、じゃあこの感じで時間を置いて流しますんで、もう少々お待ちください。終わりました。いい感じですね。しっかりと濡れてるんでちょっと暗めには映りますけど、乾かすと透明感出ます。さあ行きましょう。はい、じゃあ今日まずカットの解説前にどう切っていくかっていうのをこうやって見てもらうと、だいたい水平ぐらいのラインでちょっと前上がりで、顔周りに少しレイヤーが入ってる感じなんですけど、モデルさんの髪質的にやっぱ後頭部がペタッとしやすいのと、やっぱり髪の量は結構しっかりあるんで、下に行っちゃうんですよ。なんで動きっていうのが出しづらいから、今日はちょっと長さを切るぐらいにして、美容師さん結構苦手な下からレイヤーがっつり入れます。でミドルとかをちゃんと動き出るようにして、要はこれですね、ここら辺の髪の毛っていうのを全部レイヤーにして全体的な動きっていうのがかっこよく出るようにしていきたいかなと思います。結構下からレイヤー入れるの苦手な美容師さんにとっては結構見応えのあるカットになるかなと思います。で正直20代の子とか10代の子だったらワンレングス切って顔周りちょっとレイヤー入れるとかで十分なんですけど、年齢重ねてくると全体的に入れた方が決まる場合が多いです。スタイリングもすごいしやすいし、これぐらいのちっちゃいゆるい癖がある人っていうのはもうその方がスタイリングすごいしやすいです。どうしてもワンレングスだとボテってしやすいから、ちょっとそこら辺をかっこよくいきたいかなと思います。はい、ちょっとグッと下向いてください。よし、こうですね。そしたら見てもらうと分かる通りかなりの重さが溜まってるんでいきましょう。はい、グッと下向いてもらったら、まずはアウトラインしっかりと押し込むようにコーミングしてあげて、で長さ横の方はしっかり切りたいんで、後ろはこれぐらい2.5 センチぐらいですかね。まずこのセンターのパネル取ったら、ここからちゃんと前に上げてきます。こうして前上がりをしっかり作ったい。だからかなり顔周りはレイヤーで動くようになります。そうですね。なんで今日ちょっと前から見たら切った感じになるかもしれません。はい。そこめっちゃかっこいいです。楽しみです。はい。行きましょう。はい、こんな感じで。こんぐらいの前上がりですね。後ろが長くて前に行くに従ってしっかりと短くなっていく。はい、逆サイド同様ですね。
前に行くに従って短くなるので切る量が増えてきます。はい、こんな感じですね。じゃあお待ちかねのレイヤーの入れる時間ですね。はい、ブロッキングこんな感じです。ちょっとクラウンのところを取ってもらって中段と下段は一緒にいきたいと思います。そしたらセンター取ります。しっかりコーミングしたらアウトラインを見極め、アウトラインこれですね。これアウトラインからセームレイヤーを入れていく。ちゃんと扇状になってこうですね、こういう R ができるように、そうするとこういう感じのレイヤー入ります。はい、じゃあいきますね。このままよし、アウトラインを切らないように、アウトライン切ったら穴開いちゃうんで気をつけてください。で、残しすぎてもワンレングス残るんで、しっかりと丁寧に扇状にレイヤーを入れる。こうしてアウトライン見極め、ここです。アウトラインから引っ張ってきて、ここですね。できる限り、これ多分イヤー2のとこまではいけないと思います。スライス幅が狭いんで。なんでここまでまずいきます。で、逆サイ行きましょう。よいしょ。アウトラインを切らないように。で、ここら辺から切る量が途端に増えてくると思います。まず水平に引き出して、こうですね、この中段の今上に乗っかってたところを全て切ります。そうすると、ここですね、ここにローレイヤーが入ります。こうして、こういう感じ。引き出して、アウトラインを見極める。で、扇状に引き出して、で、この時コーミング、こうしたら指でこう少し沿わせてあげる。そうするとカット見やすいです。こういう感じ。全部のレイヤーの位置を確認するために、こうして指でそっと内巻きを作る。触る感じ。はい、そしたらこうして今度この人差し指と中指でこう打ちを作る。なんか結構切ってバッバッってコーミングで適当にしてる人いるんですけど、この状態で綺麗な状態でやってってあげると乾かす時というか乾くまでの時間にちょっと内巻きに形を覚えてくれるんでブローもしやすいし、さらにカットも見やすい。なんかこうやってせっかく切ったのになんか全部適当にコーミングで下に下ろしちゃってる人いるんですけど、こうしてはい次っていう人いるんですけど、これで一回ちょっと形を見てあげた方がこうですね。あっちはこういいですね。はい、ここら辺切る量多いですね。耳後ろあたりこうして、はい、アウトライン見極めたら引っ張ってこう持ち上げて、はい、そしたらはい綺麗。人差し指と中指で、はい、いい感じですね。はい、次いきます。次トップですね。もうだいぶ切るとこさらに多くなってくると思います。よいしょ。引き出して、セームレイヤー。すべての髪の毛が同じ長さになるようにしてあげるレイヤーっていうのがスタイリングしやすいですね。こんな感じ。で、ちゃんとレイヤーの位置を指で確認してあげる。動き出ますんで。はい、サイドいきます。上下に分けたら、アウトラインを見極める。もうやってること一緒ですね。オンベースってことは、頭前に行くに従って前に倒れていくんで、前に倒していきます。ちょっとずつ。頭皮に対して90度。そしたら前に、ここでひし形を作っていきます。そしたらここって頭のカーブがきついとこなんで、今2パネルで切ったんですけど、必ず穴が出るんで、だって僕の場合は斜めスライス取ります。このイヤートゥーンと上からこの顔周りのところで斜めスライスを取ってあげて引っ張ると、ちょっとこの角出やすいんで、これちょっと落としておきます。で、上も横スライド取ると、ちょっと出てきて、そうするとここの綺麗なレイヤースタイル、下もこうやって動きがあって顔周りを包み込むようなレイヤーができます。いい状態にいきましょう。よいしょ。こうして同じく、あとよいしょ、はいどうぞ。こんな感じで最後上に引き出して同じことを繰り返しますね。前に倒してこうして上で、ここは斜めスライスやらないです。モヒカンラインでチェックするんで、しっかりとこの状態でとりあえず1回置いておきます。逆サイド同様ですね。まあ同様なんでここは飛ばしちゃいましょう。だいぶいい感じに切れてきましたよ。
ありがとうございます。嬉しい。結構変わってると思います。サクサク切れてると思いますし。気持ちいいですね。そうですよね。なんかワンレングスで切ってあって重たい感じで顔周りにちょっとレイヤーっていう形だけだとどうしても華やかさっていうのが少し足りないかなと思って、ちょっと全体的にレイヤーでいろんな動きが出るように巻きやすいようにしてあるのと、巻かなくてもワンカールとかでも全然十分だと思うんで、それでいけるようにしましょう。器用なのであんまり難しくあ、そうでも今日いらっしゃった時は完全にね少しワンカールぐらいというかブロー綺麗に決まってた感じなんで、お風呂上がりにブローした感じ。じゃあお上手ですよ絶対。いや下だけだったのでじゃあ必ずでここ左右揃えます。はい、そしたらモヒカンガイドで左右のチェックとトップのレイヤーのチェックしましょう。こうしてはいほとんどないですけどちょっと出てきた角を落とします。はい、こんな感じでこうですね、トップにこの丸さの動きがありつつこの中段から全部が動きのあるレイヤーっていうのがだいたいお似合いになるかなと思います。じゃあ乾かす前に PLT のミストつけましょう。ほい、じゃあクリームですね。 PPT02 にリンクのオイルを少し手先つけたら乾かしてブローしちゃいます。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。こんな感じ。このトップのレイヤーと下の全て毛が重なってくる感じですね。いい感じです。さすが弘中さんのブローです。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、ここら辺は安心感ありますね。よし、行きましょう。じゃあまずもうこの通り今日切ったとこのブラントを落としていきます。横切ったら縦ですね。もうブラントを落としていくことによってぶっちゃけ今日そんなにすくつもりはないんで、あんまりね量を取っちゃうとスカスカになってダメージの原因になったりとかツヤがなくなる原因になるんで、基本的にはもうブラントを取るチョップカットで終わりたいかなと思います。でこの中段、ここが一番切ったんですね。ここ一番切ったところがブラントがしっかり出てると思うんで、ちゃんとチョップを入れます。こうしてここにブラントが残ってるとどうしても綺麗に決まりづらいんで、前ちょっと違う動画とかでもやっぱこの中段の部分っていうのはかなり重さを取った方がいいよっていうのは僕もそうだし日産もそうだし言ってたと思うんで、そこはここですね。ここに関しての重さっていうのはちゃんと取ります。だからこの中段に関してだけ2周してもいいかもしれないですね。そうすると綺麗にレイヤーがつながります。で上段もこのブラントを取ります。そうするといろんな動きっていうのがこの全体のレイヤーで出てきます。同じ感じでいきましょう。だいぶ軽くなったんじゃないですか。はい、本当にすごい軽い。結構重たくてなんとなく華やかさっていう面でちょっとなんか若干悪い言い方すると地味な感じになってたんで、それをね暗い感じです。暗い感じでそこまでは言ってないそこは言ってないんだけど、そうやっぱね華やかさはもっと欲しいなと思ったんで、今日もせっかくお任せということで言っていただいたんで、いろんなね華やかさを出しましょう。はい、よし。お嬢さんも楽しみにしてるじゃないですか。そうなんです。写真送るよって。写真送るよ一緒に住まわれてはないんですね。あ、一緒に住んでるんですよ。ああ、そうなの。まだじゃあもう完全に夜会うからそっちからのカメラワーク広川さんブローとカットはそこそこうまくてもカメラワークはまだ岩崎の方が上かもしれないそっから何も見えないでしょ。じゃあそこにいてよしそこにいてっつったらそこにいてもうコメントで入るよ下手くそか頑張れか楽しみどっちでしょどっちメンタルが他に動画が楽しみになったかまたどうする安からコメントいや、飛んじゃう飛んじゃう飛べる大丈夫だ、入らない欲しい休みの日はもうほんとずっとジャニーズですよ。なんだっけ、滝沢歌舞伎見に行ったの。行きました。すごいんでしょ。すごいんですよ。何がすごいの。いやもう全部が。全部が。語彙力。かっこいいし、かっこいいし。かっこいいしか。病にかかってるこれ。困っちゃい
みたいな。ジャニーズが好きという病にかかってる。なんかエンターテインメントですね。ジャニーズエンターテインメントなんで。さすがです。確かに。はい。さすがです。はい。すごいね。いいお客さんだよね、ジャニーはい。本当そうですよ。アピールしておかないと。ズ。もっと変わったの分かりますこう。明るい。うん。そう。前髪いきましょうあ。、前髪はちょっとだけ厚みを出します。ゴミ箱蹴らないと。すいませんでした。黙ってたのに。ちょっと失礼します。自然に落ちる位置で厚みが出るようにあんまりスイングできるんだけど動かさないできる。でこうしたらここですね。ここ大体皆さん気になるのはここの割れだったりするんで、ここはちゃんと割れない位置でこうですね。引っ張った時にここが見えない位置、こことかだと見えちゃうんで割れない位置っていうのをちゃんと見極めてあげて、そしたら割れる割れないってこいつが独立するかどうかなんで、前髪にしっかりと綺麗に繋がってればいいんで、ハサミでここスタート位置ですね。こっからゆっくりと落ちる。繋がってれば間違いなく割れたりしないんで、よし。そう、これですね。これが大事で、こうすることによって全然割れなくなってくるんで、逆サイドを。この一手間があるないで結構ご自身でスタイリングした時のなんか満足度が変わってくるから、こうしたら、で、ちょっとなじませたいんだけども、ここら辺センシティブにいきたいんで 5% のセンディングですね。いつも 20% 使うけど、こういう時は 5%。で、ちょっとなじませる。取りすぎないように。取りすぎたらもう本末転倒なんで。よし。で、こうしたら、まだ全体的にトップの方が重たい、耳後ろが重たいっていうのがあるんで、そこをちょっとだけ取りますね。で、この時も取りすぎ注意ですね。もうせっかくこうやって綺麗なレイヤーのラインが出てるんで、このトップのもうちょいここら辺が重いっていう。下はもう全然つかなくていいです。レイヤーの軽さだけで十分なんで、この鉢のところですね。貼りやすいこの鉢あたりのところを指で取ってスライドカット。指で触って厚みがあるなと思ったら、ただ取りすぎない。もうちょいいけるかなぐらいで止めとくといいですね。で、表面の毛を取ったら、表面には入れない。表面の下にハサミを滑り込ませて入れたり。で、顔周りは基本的にそんなに取らなくていいです。こうです。このレイヤーありつつ下がこう動く。はい。次、下の毛を取る。そしたら表面。毛流れがどんどん綺麗になってきますね。で、これぐらい量取るとちょっとブローが崩れるんで、もう一回ブローします。はい、じゃあ軽くブローしたらいい感じじゃないですか。ヒロこっちから撮ってみて。この感じですね。この動きが全然違うと思います。このレイヤーありつつっていう、下からレイヤー入れることによって今日いらっしゃった時のもうボテってした感じがなくなります。一回撮ってみますね。まだ何もアイロンも何もしてないですね。そう、こういうレイヤースタイル。アイロンもしてないですけど、まず一回見てください。なんか今風になりました。今ですよね。こんな感じ。わ、かっこいい。かっこよくないですか？うん。そう。素敵素敵。そうなんです。全体的にレイヤー入って。これをちょっとワンカールしましょうか。ワンカールと、あとは、あれです。今日トリートメントで GLT、グリオキシル酸っていうのが入ってるんで、少しアイロンの熱を加えてあげると、ものすごいツヤが出るのと、それが長続きします。なんで、ちょっとアイロンしますね。これは家でやんなくていいです。で、毛先はワンカールしたいんで、毛先はすごい甘めにいきます。はい、じゃあ美容師さん向けに説明すると、今日ワンカールするんで、毛先はほとんどやらないんですけど、こう熱を置いてくるグリオキシル酸の意味の結合っていうのを作るために、ゆっくりこうやって水蒸気が出れば正解ですね。結構よくありがちなミスで、アイロンするからって水分が残ってる場合あるんですよ。酸性ストレートとかだったら水分が残っていいんですけど、酸熱トリートメント、グリオキシル酸系のはがっつり水分がない状態でアイロンした方がうまくいきます。なんで宿毛矯正とかと違うんで、本当にもう 100% ドライ&ブローですね。もし自信がなければツインブラシでブローしてあげてもいいぐらいのイメージです。で、ちゃんと水分を飛ばしてあげてからこうやって全体にツヤを出す。ゆっくりこうやって水蒸気が出るのが正解です。これがトリートメントが結合しているサインになりますんで。で、表面は一番表に出てくるところなんで、かなりスライス薄め、熱置きゆっくりめでいくといいですね。この次が表面ですね。表面もっと薄い方がいいですね。こうして表面に行くに従ってゆっくり力入れない、摩擦も与えない、ほんとゆっくり熱置きをする。
そうするとツヤ感がすごい出ます。でしかもこれが洗ってもう一回ご自身で乾かしてもかなり持続性があるツヤになります。じゃあこの後飛ばしますまああるあるですあるあるで結合中にちょっと喋っちゃいました繋がんなくなるからね。じゃあもう一回いきますか。聞いていいですか？聞いていいですか？この髪型っていくつぐらいまでだったらやっぱ2回目でも意外にこの髪型っていくつぐらいまでっていうよりは年齢重ねた方が合うんですよ。そうなんでかっていうとトップと後頭部あと顔周りにボリュームを出せるんで、そうレイヤーって感じになるんで、逆に言うと若干今の若い子っていうとあれですけど20代の子10代の子とかってもうバツって切ってそれをアイロンで外羽とか波ウェーブにしたちょっと韓国風と言われるようなスタイルがやっぱ多いから、なんか若くするんだったらもう逆にそうやって切る、で髪質も綺麗じゃないですか、ああいうね若い子たちってね。だからもうそれに関してはもうみんな平等なんで、あの子たちだって絶対エイジングの波は来るからそうそう僕らだってね若い頃あったしそうそうだから年齢重ねるとこのレイヤー入れることによって小さいうねりとかが全部この重なりによって全部収まってくれるんですよ。つかなくてよくなる。しかも今日ほとんどついてないじゃないですか。でも軽いです。そうだからついてごまかすっていうか量を軽くすると間にいっぱい小さい毛先が出てそれはパサつきの原因になったりとかしやすいんで、だから基本的にはもうレイヤーで軽さを出していく。だからこのスタイルっていうのは全部にレイヤーが入ってるんで、襟足からトップまでだからそれが一番効いてるんじゃないかなと思います。だから年齢重ねるごとにどんどん似合っていくというか、やりやすい感じになっていく。でもずっとこの髪型で。いやたまにはチェンジした方がいいですねそう言っていただければ気に入っていただいた感じで嬉しいですけど。でもこのカットね、美容師さんに言いたいのがこのカットって意外に難しいって言ってやってこなかった人も多いと思うんですけど、特に今の若めの子はねレイヤー世代じゃないというか、とはいえ若くてもレイヤーめっちゃうまい子もいるけど圧倒的に母数が少なかったと思うんですねレイヤーの。だからこういうレイヤーっていうのを切れるようになっていくとすごくサロンワークの武器になっていくと思うんで、ちょっと下から入れるレイヤーはいろいろ試してやってみてください。よいしょ。さあいい感じ。はい。よし。じゃあ軽く根元に MM スプレーでボリューム全体的に少しボリュームを出してあげて、そしたら毛先のツヤ感出しましょう。アローディアのデンスオイルです。ポリッシュオイルって言われてるやつです。つけます。一回後ろからちょっと映してみてください。こっちかな。もうちょいそんぐらいかな。そう、こういう感じ。レイヤーの綺麗な重なりっていうのが全部いい感じになると思います。さあこうです。ありがとうございます。嬉しい。さっき全部内巻きだったじゃないですか。でもこう動きが。そうなんです。それがレイヤー、この全体に入れるレイヤー。すごいですね。よかったです。ありがとうございます。お疲れ様です。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。バッチリだと思います。結構変わりましたね。全然。嬉しいです。こんな風に嬉しいと思わなかったので。お嬢さんにももうドヤ顔で言ってください。楽しみ。はい。じゃあ今日は透明感白髪染めですね。アルテマリトーンを使った透明感白髪染めと下から入れるレイヤーによって全体の動きっていうのを出しつつ、頭の形のコントロールとあとは顔周りの華やかさっていうのを作ってきました。しっかりと参考にしていただければ幸いです。お疲れ様です。どうもありがとうございました。お世話になりました。はいよ、終わりです。今日はお疲れ様でした。ありがとうございました。いい感じですね。ね。ツヤもあるし。まだしてるんですか。一応。やだ。ありがとうございます。はい。バッチリです。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。ありがとうございました。さあ、今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。日本撮影。はい、ありがとうございました。勉強になりました。はい、滝沢歌舞伎行ってきてください。はい、行ってきます。今日はね。終わっちゃいましたよ。じゃあ、多分インタビューラインで皆さんお待ちしてます。お待ちしてます。はい。ぜひ。ではお疲れ様でした。ありがとうございました。はい、そうそう岩崎聞きます。はい。はい。すごいボソボソだ。岩崎さん帰ってきました。イエーイ。お帰りなさい。ありがとうございます。何の贈呈式。今日はありがとうございました。髪の毛分かった。事務職してきた。すごいね。ヤンキーみたいな。決まりました。じゃあこれからもうちょっと撮影しますので。はい、お願いします。ありがとうございました。
滝沢歌舞伎の人は。はいお疲れ様でした。あれそうなんですか？もう終わりましたよ。いやもうひたすらジャニーズの話を動画に盛り込んで。じゃあお疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございました。